前回、床下のシロアリ被害を確認し、大引きや塚を部分的に交換しました。グラグラだった土台を固定し、シロアリ被害のひどい土台を交換しました。無事に床下の修繕を終え、今回は床を張っていきます。まずは下地の構築です。こっち側の部屋とこっち側の部屋、大引き方向が違うんですよね。これはこうやって入ってるからこの向きのパネルを入れたんだけど、向こうは大引きがこっち方向に入ってる。この上に新しくかさ上げするための値段を打ってくるんだけど、こっちの部屋とこっちの部屋を分けるか、そのまま同じ方向で流すかになっています。床のパネルの裏側には、このように根太となる下地が入っています。つまり現時点で大引きに対してパネルの根太下地がこのように直行して入っています。この上にさらにフローリングを施工するための根太を取り付けるのですが、こう入れるか、こう入れるかで迷っています。ちなみにフローリングは長手方向に一気につなげて貼ります。基本的に床材は根太に直行させて貼るのが一般的ですが、最近主流の床材の下に合板を捨て割りする工法の場合は、そこまでこだわらなくても大丈夫とも言われます。リフォームではその都度現場によって臨機応変に対応することになります。ここのジョイントが床なりするんだよ。だからやっぱり直行してこいつとこいつのパネルを連結したらんと。なるほどね。必ず床なりする。フローリングはもう捨て割りしてあるんで一方向でいきます。はい。そこら辺はちょっと現場によって変わってくるところです。向こうからここの段差をまたぐように3メーター。根太の割り付けを考えます。ここからちょうど10尺始まるから。この時点でフローリングの割り付けや建具の位置を考慮して根太の位置決めをします。部屋の境界あたりにまっすぐな隅を出しました。30ミリの根太に合板12ミリ、床12ミリ、今の状態から計54ミリ床が上がることになります。今回、根太の隅はこの1箇所だけにします。厚さ30ミリのスタイロフォームを用意しました。根太は一尺間隔で入ります。つまり303ミリの間隔です。163やでな。スタイロフォームの幅から根太の幅を引いた263ミリにカットしていきます。スタイロフォームは 0.5 ミリ大きくても小さくてもいけません。墨線に合わせてまっすぐ根太を取り付けます。そしてこの真ん中の根太を基準とし、263ミリぴったりのスタイロフォームをはめ込んでいきます。
スタイロフォームを寸法通りまっすぐ切っていれば、自動的に根太は正しい位置に配置されます。6尺の位置に来ました。1820mm の位置にぴったり寄せてビス止めします。この方法だと根太が少々曲がっている材でもまっすぐ取り付けられます。そして断熱の敵である隙間ができません。カズさんは財布や保険証をしょっちゅうなくすザ適当人間ですが、多少ずれても問題ない根太を1ミリの狂いもなく入れたがります。アングルの下に差し込みたいんですけど、はい。もうサッシ自体が大きく傾いてるんで、ここは無理やりサッシに合わせて傾けて床を作ります。このような場合、低い方に合わせて床を水平に作るのが一般的ですが、他の部屋との段差が大きくなってしまうのと、施工前に発注した内窓を取り付けるため、今回はサッシの傾きに合わせて床を作ります。3ミリか。まだ全然。ここは入りそうだね。こんな削ったら床曲がっちゃうな。でもいけたいけ床パネルの下地位置を示す墨線を出します。床パネルの下地と新規の根太を確実に連結させます。カズさんはどうやったら仕事が早く進むか常に試行錯誤しているところがすごいなと思います。どうしたら財布をなくさないかについても考えたらいいのにと思います。八畳間の根太下地ができました。作業台の位置をずらし、もう一方の部屋の作業を進めます。敷いてある合板はまだ仮置きの状態です。カズさんが次から次へとスタイルをカットして置いていきます。前回の動画でも少し触れたのですが、シロアリ被害が分かってからは床のパネルを撤去することも視野に入れていました。パネルを撤去した場合、大引きはすべて高さを変え、根太や断熱材などの材料の変更が必要です。ここまで追加工事がいろいろと発生しているので、
これ以上は工事を広げたくないのが正直なところ。きちんと対処すればパネルを残しても頑丈でしっかりした床ができるとカズさんが断言したので、パネルは残すことにしました。カズさんが朝一番に棚を作り出しました。カズさんは自分が出したものを全然片付けませんが、現場が散らかってるのは嫌がります。得意げです。クローゼットの中に床下点検口を作ることにしました。できるだけ下地を壊さない位置を、もうこの時点で点検口の位置を計算しとくと、無駄な下地をね切らなくて済むね。ネタは切りたくないからさ。そういえばエアコンを養生しないのかというコメントが来ていましたが、撤去処分するのでご安心ください。シロアリとかいろいろあったんですけども、まあなんとかこうやって床の下地ができました。今から捨て合板を貼っていきます。あ、待って。ちゃうな。逆なんですけど切る。一発目これはだる。だるいな。だるいな。ここで使えるかもしれない。ほら、こんだけ切れば食べる。こっちのように切ったの？そうだよね。3、5、7。もう今もうこのままいきそうだと思う。また同じ方切っちゃう。こっちだから。こうだよな。危ね。カズさんは今回はあまりやらかしてはくれませんでした。つまんないですね。俺これ早かったもん帰る。無事に入ってしまいました。間違えること期待してるやろ。そうはいかん。どうやら YouTuber としてはまだまだ修行が足りないようです。こちらも無事に入ってしまいました。こちらの釘打ち機をご覧ください。部品がなくなって蓋が閉まらなくなり、マスキングテープでぐるぐる巻きです。
釘が詰まってしまいました。簡単に打たれた。満身創痍です。かわいそうだね、なんかもう。なんかもうボコボコだな。床合板が完成しました。続いてフローリングを貼っていきます。貼り始めの1列をまず仮置きします。継ぎ手部分にだけ適当な木を仮止めして、差し金の幅だけカッターで墨線を引きます。床材の色が濃いと墨が全く見えないことがあります。そこでカズさんはカッターラインにチョークをつけました。あ、ここからなる、ここまで。無駄に賢い時があります。切り子で墨が見えなくなってしまうので、エアーで吹いて見やすくしてあげています。そうしたら、カズさんの目に切り子が入ってしまいました。いじめているわけではありません。きれいにつきました。無事に1列目が貼り終わりました。しばらくひたすら床を張る単調なシーンが続くので、ちょっと独り言を言おうと思います。カズさんは大工仕事以外にも営業やパソコン、料理など結構何でもできる人なのですが、日本語があまりうまくありません。特に言い間違いがとても多く、それが原因で他人との会話が噛み合っていないこともよくあります。ホチキスをスマホと言ったり、マウスをスマホと言ったり、電卓をスマホと言ったり、玉ねぎをピーマンと言ったりします。最近はめんどくさいので指摘せずに心の中で嘲笑っています。299でいいよ。299。うん。299。そしてカズさんは必ずコメリのことをニトリと言います。
床張りが半分終わったので養生をします。真ん中は建具のレールが来るので後で剥がせるようにしておきます。こちらも内窓工事の際に剥がせるようにしておきます。はい、半分以上貼ってきれいに掃除して養生して作業台を移しました。今何時よちゃん12時56分。これぐらいだったら1時間で貼れるね。これは本当の話なのですが、カズさんが役所に書類を取りに行った時に、日本語が下手すぎたせいで、日本に国籍ありますかと、まるで子供に話すみたいにゆっくり聞かれたらしく、カズさんはその時、国籍ってそういえばこの目で見たことないからないのかもと、その場でフリーズしてしまったそうです。点検口の位置に差し掛かりました。今回は最後に丸ノコで床を切り、点検口となる箇所をくり抜きます。墨がわかりやすいように、かつ切り口が荒れないようにマスキングテープを貼っておきます。点検口の蓋になる箇所にはボンドをつけないようにします。後で取り外せるようにするためです。最後の一列です。音が嫌だ。ボバーンとへこみそうだね、あんまり。合板が柔らかいから。点検口になる箇所は継ぎ手にボンドをつけ、蓋として一体化するようにしておきます。ちなみにこちらの窓は塞ぐことになっています。それなんで切ってんの？下地がダフラでしょ。うん。こいつを止める。はい。できれば差し込みだ。下にね。でこの一手間が止めることができるかできないか変わってくるので、はい。ちょっと面倒だけど差し込む。化粧剤を扱いながら解体もする。リフォームならではの光景です。
これで床が中に伸びてるから、うん。ボンドだけ入れといて、ビスで斜め打ちとかね、フィニッシュで斜め打ちしたら床に効かせることができるから、これ差し込んでなかったら、それはそれまた大変だよね。穴開けて中からビス打ちゃいいけどね。余ったんそれだけ。やったね、これだけ。なんとか全部今日1日でフローリング貼れました。綺麗に養生して、次は天井の下地をやっていきます。次回は天井を作ります。全部隅ずれるから右側。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。